Hello, everybody. Today, I am going to talk about how we acquire and learn foreign languages. Hope you'll have a great time. Now, the first question. How many languages do you think we have on the planet Earth? 皆さんは地球上で使われている言語の数がいくつあるかご存知ですか？国連に登録されている193の国と地域の数よりも上でしょうか、下でしょうか？ Please take a wild guess. According to the Ethnologue というエスノログっていう言語調査機関によると、なんと現在地球上でアクティブに使われている言語の数は7097言語です。そのうちの3分の1に相当する2300の言語は消滅の危機にあるというふうに言われています。さらに地球の人口70億の半分35億の人々が使っている言語はわずか23の言語のみです。では、second question. How many languages do you think you can acquire in a lifetime? 私たちが生涯かけてどのくらいの言語を身につけることができると思いますか？レジェンド的な存在の人物ですが、1774年イタリアのボローニャで生まれたメゾファンティっていう方、牧師であり言語学者であったんですけども、彼は40以上の言語を実用レベルで使いこなしたというふうに言われています。では私たちはどうでしょうか？メゾファンティのようなハイパーポリグロッツと呼ばれる多言語、超多言語習得者ではない我々であっても、心理学者のラードは基本的には理論的には限界はないと言われています。唯一の限界が我々の寿命、時間だそうです。The only limitation that we have is the time. That is our lifespan. 人間の脳の素晴らしさを伺わせる話ですね。では最後です。私たちはどのようにして言語を学んでいるんでしょうか？これが最後の問いかけです。大脳科学が発達してさまざまなことが分かってきました。私たちは生まれながらにして普遍的な文法体系を身につけているというふうに考えられています。英語、日本語、言語に関わりなく普遍的な文法能力を持って生まれている。その後の環境によって英語や日本語、そういったものに変わっていくんだっていうことですね。この絵を見てください。バベルの塔です。かつて旧約聖書では人間は一つの言語を話す単一民族であるとされていました。人間が一つの民族であって団結をして天に届くような塔を作っていったんです。神はそれを恐れて、人間の団結力を恐れて人間を混乱させるために言葉を通じなくしました。その結果、人々は理解できなくなり、ちりぢりバラバラに展開していったわけです。そして異なる言語を話すようになり、異なる文化ができていったと言われています。こういう背景の中で私たちは今言語を学んでいます。日本語や英語、そういった言語を通して人と人とをつなげて神が恐れるような力を身につけることができる。それが皆さんです。I wish you a good luck and keep up the good work.